全世界の皆さん、こんにちは。タナです。本日は、僕がこれまで使ってきた焚き火台について、ご紹介しようと思います。今まで使ってきた焚き火台なんですけど、ちょっと動画がないのがあるんですけど、1つ目がピコグリル398ですね。で2つ目がユニフレームのユニセラ。3つ目が Amazon で2000円とかぐらいで売っているメッシュ製の焚き火台で、4つ目がバーゴの焚き火台。バーゴのステンレススチールファイアボックスというものです。5つ目がユニフレームのファイヤーグリルで、最後に、ちょっとこれ僕の個人的な好き嫌いなんですけど、直火を、ご紹介できればと思って動画を作っています。一番気に入ってるものから最初にご紹介しようと思っていまして、ダントツで僕はピコグリルが、便利だと思っています。で、ピコグリルは2種類あって、僕は小さい方の398という方のピコグリルを使ってるんですけど、結構やっぱこちらを使ってる方が多いですね。398というのは確か 398g とかそんなんだったんですよね。で A4 サイズにほぼ収まるぐらいですね。もうノートパソコンと、同じぐらいのサイズで、もっと薄さはもうかなり薄いものですね。でスピットという串が2つついてくる2つついてまして、その上、そのスピットというものを置くことによって、上にこう鍋を乗せたり、場合によってはそのスピットになんかこう食べ物を刺して、焼いたりするみたいなことが、できます。で、組み立ても非常に簡単で、持っていってもなんですかね、こう、マジックテープの袋から取って開いても上の何ですか、このステンレスのこう折りたたまれてるところを開いて支柱にはめるだけなんで、もう慣れていれば1分もかからないぐらいで、できるものですね。で、意外に僕がその一番最初買って、なんかこう貧弱そうな風に、見えるんですけど、結構ね重いものを、薪とかも乗せても、割とこう耐えてくれるんで、今までこう物を乗せて崩れたり、下に落ちたりするっていうことは、ほとんどなかったんで、かなり、気に入って、使っています。僕は基本的にこう直火が好きなんで、ピコグリル、そもそも焚き火台をこう使わなくていい場所に行くことが多いんですけど、使わなければならないときは、今はこのピコグリルしか、使っていないというような、状況です。ピコグリルに合わせる、トライポッドというものがあるんですけど、これが非常に、便利です。僕が使っているトライポッドは非常に安くて1800円とか2000円ぐらいのもので Amazon で売っているものです。で、折りたたみ式というか、何ですかね、こう支柱を3つに、1つの支柱をこう3つに分解できて、それを3本くっつけることによって重りなんですかね、こう鍋とかを吊るせるというような感じですね。ネジもいりませんし、本当にその場でくる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 回して、使うだけなんで非常に、便利だと思っています。で、実際に結構これまで調理してきて、ダッチオーブンとか外のねステンレス製の8インチとかぐらいの使ってるんですけど、満タンにこう水を入れて、煮込んでいる時も、全くこうブレずに、使えたんで良かったですね。ただちょっと注意点として、僕その支柱のなんですか、ピン止めのところの使い方がちょっと間違っていて、今までねこう落ちたりずれたりしたこと一回もないんですけど、公式の使い方とちょっと違うんで、それだけはご注意願います。僕が使ってる使い方は、今はねこうちゃんと使ってるんですけど、この動画、出してるのはちょっと若干違うんで、そこだけは気をつけてください。非常にね安いキャンプ道具なんで、直火の人も使えますし、焚き火台の人も、これ僕が使ってるのはこう高さが3段のやつなんでちょっと低めなんですけど、
もっとこう高さがあるものもあるんで、これはいいんじゃないかなと思っています。で、2つ目が、ユニフレームのユニセラというものなんですけれども、僕確かこれの一番小さなサイズなんですよね。パカってこう開いて、その開いたところに何ですか、こう支柱をつけるタイプのやつなんですけど、結構僕これは割と気に入っていました。当時ピコグリルのことを知らずに、すごくこう小さくて、持ち運びも比較的こうやりやすいと思ってた焚き火台なので、なんかイメージとしては七輪、一人用のこう小さい七輪、持ち運びができる七輪みたいな感じですかね。内側にセラミックパネルがついているので、遠赤外線っていうんですかね、バーベキューとかそういうのを一人でこう肉を焼きながら食べるには、コンパクトですし、良かったですね。ただやっぱこうちょっとピコグリルと比べるのがちょっとあれかもしれないんですけど、やっぱ結構重いんですよね。言うても重くて、確かね、これホームページだとこれ 2,3 キロぐらいになってると思うんですよね。なので、車とかであれば全然いいと思うんですけど、そういった重たさとかもあって、僕は、こちらは買い替えることになりました。ソロキャンプで車とかであればいいと思うんですけど、そうじゃなければちょっときついかなと思っています。その次に紹介するのが Amazon で普通になんですか、こう焚き火台とかで検索すると結構上の方に出てきて、今ちょうど僕見ててもレビューがこう370とかついてて、星もほぼ5に近いようなものなんですけど、1700円ぐらいで買えるなんですかメッシュ製の焚き火台ですかね。でこれは僕は今、考えてもかなりこう優秀な焚き火台、アイデアのよくこんなアイデアを思い浮かんだなというふうに思っています。重さも1キロ以下ぐらいで、もう支柱の上になんかピンみたいのでメッシュを乗せて、その上に炭というか薪ですね、薪を乗せて、焚き火をするというものです。でこれ僕いいと思ったんですけど、この上でこう食べ物調理できないじゃないですか。それだけですね。もう本当焚き火をするだけのために作られてるというようなものみたいなので、最初にねこうなんか何回か使ったり、ちょっとこう人数が多い時とかは、これを1個持って行って、焚き火をしながら、その横で普通になんか別のところで調理みたいなのもできるとは思うんですけど、そういう意味で今僕はもうほぼソロキャンプで一人で行って、焚き火プラスそこで料理っていう形なんで、今はほぼ使ってはいないです。ただ、かなりこう安いですし、便利さはあるんじゃないかなと思っています。でこれね、多分僕動画で何人かの方にこう指摘されたんですけど、多分これピンの使い方が間違ってるんですよね。そのあたりはご容赦ください。あと1個気をつけなくちゃいけないのは、直火がダメなとこでこれ使うと、下にちょっとこう灰というかこう落ちてくるんで、そこだけが気をつける必要があるかなと思っています。次紹介するのがバーゴのステンレススチールのファイヤーボックスグリルです。でこれは正直 2,3 回使っても使っていないです。なぜかというと、すごくこう小さすぎて、焚き火をしながら、調理をするみたいなところでいくと、ちょっと用途的に僕にはこう小さかったっていうのが、あります。ただ卓上グリルみたいな形で使うのにはすごくこう優秀なんじゃないかなと思ってるんで、また後日試してみようとは思います。ソロキャンプで本当にこう荷物を少なくしてやるっていう人であれば、すごく便利なんじゃないかなと思いますね。あとなんか YouTube とかを見てると、アルコールバーナーとかを合わせて使ってる人とかもいるようなので、僕のちょっとこう用途的なとこが合わなかったっていうだけだとは思いますね。で確かステンレス製とチタン製の2種類があった気がしますね。で僕は
そうですね、これチタンの方ですね、僕が買ったのは。バーゴチタニウムファイヤーというやつですね。1万円ぐらいのやつで。これもね、すごく、確かそうですね、今ホームページ見てるんですけど、164g で、むちゃくちゃ軽くて、そういう意味では、便利なはずなんですけど、あまり僕は使いこなせなかったというのが、あります。ただ、今も持ってるんで、また後日使ってみようかなと、考えているものです。ユニフレームのファイヤーグリルっていうものがあって、結構大きめですね。横幅、正方形の形で43センチ43センチで重さが3キロぐらいあるものです。で、その焚き火台の上に、網がデフォルトでついていて、なんかひし形みたいな形で置くんですよね。ちょっとね、今写真をできればこう拾ってきてやりたいんですけど、なかなかいいのがあるかわかんないんですけど、このユニフレームのファイヤーグリルは、数人で焚き火を囲みながら、さらにその上で、調理をするっていう意味では、非常に便利なものなんじゃないかなと、思いました。で結構入門の方とか長くこの入門の方以外でも長く使われている方とかもいて、根強い人気があるものみたいですね。Amazon とかを見ると、300件近くレビューが入っていて、結構もう 5に近いぐらいの感じですね。3人から4人ぐらいまで、使えるサイズですかね。これ大きな方とちっちゃい方があるみたいで、僕が友達と使っていたのは多分ちょっと小さい方のタイプですね。余裕でダッチオーブンとか置いたりできるんで、ただ収納しても比較的、大きくなるので、そこだけがちょっと難点っていうような感じですかね。車で行く、ファミリーキャンプとかぐらいで使うみたいな感じになるんじゃないですかね。ちなみにメンテナンス性とかを考えると、ピコグリルのいいところは、僕ほとんどピコグリルも使ったら使いっぱなしで収納するんですよね。灰をちょっと落として、折りたたんでそのまま収納の袋に入れて、次、持って行った時に、そのまま使うっていう感じなんで、そういう意味でもピコグリルは僕はかなり気に入ってます。やっぱこういうユニフレームとかファイアグリルとか大きくなればなるほど、汚れをちゃんとこうなんですか、どっちも落とせっていう話なんですけど、ちょっとこうね、洗ったりする手間とかが複雑な構造のものはしなくちゃいけないと思うんで、そのあたりのこう簡易性とかを考えても、僕は少人数ですし、軽いものがいいんでピコグリルを、使ってるというような、状況です。あと一つある焚き火台が、これはもうほぼノーブランドとかで、ブランドがちょっとわからなくて、似ているリンクを貼っつけておくんですけど、2、3000円ぐらいの、焚き火台で、友人が持ってきて使いました。でこれ今豚肉こうやって焼いてるんですけど、普通に使える焚き火台でした。ただね、これ下からなんかこう火というかこう灰が落ちて、その下の芝生が一回燃えそうになったんで、ちょっと要注意かなと思います。とはいえちょっとどのブランドだったかわからないんですけど、形としては詳細リンクに貼ってるものと同じようなものでした。で最後に直火、やっぱり僕はこう直火が好きですね。で、直火でこう石を使ってもう焚き火台にするとか、石すらもなく、ちょっと掘って焚き火台のような形にするスタイルが、僕はすごく気に入っていて、直火のところの前に、椅子を置かず、地べたにこうウールブランケットを引いて、その上に座って料理をする、焚き火を見ながら料理をするみたいなスタイルが最近はハマってますね。ということで今回は焚き火台を全部で、何種類ですかね、
ピコグリル、ユニフレーム、ユニセラ、メッシュの焚き火台、バーゴのチタニウム、ユニフレーム、あとはノーブランドの黒い焚き火台、石、7種類、ちょっと直火入れると7種類、入れなければ6種類を、紹介しました。ぜひね、皆さんの使っている、焚き火台とか、僕もね、これまで今紹介したのしか使ったことがないんで、もっとこういう焚き火台がいいよとか、何かこう情報があればぜひ教えてください。それでは、本日もどうもありがとうございました。